映るだろうか。乾燥機軽くかけたパーカーを外に干したらすごい勢いで湯気が出てます。面白い。今日の豆はブルーボトルのホリデー限定ブレンドのホリデーブレンドです。そのままだな。結構ブルーボトルの豆にしては酸味控えめで、個人的にはすごい好みです。よし。そうだそうだ、そのサークの話をしようと思っていたのでした。このそのサークが来る前は、我が家はBOSEのサウンドバー700っていう完全にこのそのサークの競合にあたる BOSEの製品を使ってて、個人的に使っていて思うことは、日本のというか、東京首都圏の住宅事情で使いやすいのはソノスかなっていうふうには思います。すごい単純な話なんですけど、ソノスはマックスの音量がアプリの方から調整できるようになっているんですけど、BOSEはそういうのがないので、マックスのボリュームの値がものすごい多分大きいんですよね。だからボリュームレベルが調整しづらかったんですよね。でちょっと大きくすると爆音になってもうビビるみたいなことが何度かあって、あとこれは BOSE のサウンドバー700のリモコンなんですけど、BOSE のサウンドバー700は例えば Spotify で音楽を聴いていて、例えば YouTube みたいな話、テレビに切り替えたくなったらテレビで YouTube をかけて、なおかつ BOSE のサウンドバーを自分で入力切り替えをしなきゃいけなかったんですよね。それがね結構めんどくさくて、音鳴らないみたいなことが結構あって煩わしく感じていたのですが、ソノスアークの場合は自動でやってくれるので、今 Amazon Music の音楽をそのサークで Apple Play 経由でそのサークでかけてますけど、これを例えば一旦止めてテレビをつけると。でこんな感じでテレビで YouTube をつけて再生すると、もう勝手にテレビに入力が切り替わってくれるという、これすごい個人的に便利で素晴らしいなと思った部分です。ただしですよ、クリティカルな問題がそのサークにはありまして、 YouTube とか Netflix とかはいいんですけど、地上波音が出ないです個人的には地上波はほぼほぼ見ないので何も問題はないんですけど、ソノスのアプリ見てみるとこんな表示が出ていて、地上波の音声形式にそのサークが対応してませんよっていうことなんですけど、ソノスの
ホームシアター製品およびソノスアークの対応している音声フォーマットはこんな感じらしくて、日本の地上波 AAC には対応してないんですよね。ここ結構クリティカルかもしれない。我が家のテレビの場合はスピーカーの設定の方からデジタル音声出力の形式を PCM にすれば音が鳴るようになるんですけど、毎回地上波見るたびにここを切り替えるっていうのもなかなか面倒な話なので、ここを結構どう捉えるかなっていう感じがしますね。いやでもドルビービジョン対応のテレビかつソノスアークはドルビーアトモス対応なので、これで見る Apple TV プラスの、映画とかドキュメンタリーとかは本当に素晴らしいです。音に関してはそうですね、部屋がものすごく広くて爆音を鳴らせるお部屋であれば、おそらく BOSE のサウンドバー700素晴らしい音を体験できると思うんですけど、音量を小さめで使った時もまんべんなくそれでも迫力のあるなんていうんですかね、音の体験を提供してくれるっていう意味では意外とソノスがよくできてるなと思ってます。サウンドバー700、BOSE のサウンドバー700はね、本当に大きい音鳴らすとうわやばって思うんですけど、そんなね鳴らしてたら近所から苦情が来ちゃうのでなかなか難しいところですが、でもデザイン的には BOSE のサウンドバーの方が好きだったかな。なんかちょっとガラスのパネルがかっこよくて、あと高さもこのソノスアークよりだいぶそうですね、7割ぐらいかな、高さがもう少しコンパクトだったので。でも今のところ私はほとんど地上波見ないっていうこともあってソノス満足して使ってます。ちなみにこのテレビは LG の OLED55CQP っていうやつなんですけど、55インチなのですが、この55インチのテレビよりも若干横幅が出るぐらいのサイズ感なので、これよりちょっとテレビ小さいとバランス悪いかもしれませんね。本当はもっと大きい画面の前に置くのが普通なのかもしれないんですけど、寝室には、ソノス1が設置してあるので、音楽聴くときはこんな感じで Apple Play からソノスとソノスアーク選択して、全ての部屋で同じ音楽を同時に鳴らしたりとか、この間まではソノスアークと同じ部屋にステレオペアにしたホームポットミニを設置してたので、ソノスアークとホームポットミニを同時に鳴らしてたんですが、もうそれは素晴らしかったです。本当部屋全体が音楽にわーっと包まれる感じで、結構このエアプレイで家の中を音楽で包む、これおすすめです。もちろんそのサプリの方からもこういういろんなサービス使えるようにはなってるんですけど、個人的にはこのアプリよりも Apple Music じゃないや AirPlay の方をよく使ってます。さて、じゃあテヘランの続きでも見ますかね。前回の動画なんですけど、最終的に17分13秒の動画をなんと16分37秒で書き出せてました。いやほんと M1Max すごい。ただなんでだかわかんないんですけど、フュージョンのタイトルを使ったところがどうしてもメディアオフラインって表示になっちゃうんですよね。でもフュージョンページで見ると全然ちゃんと見れて、かつ書き出してもきちんと表示されてるんですが、エディットページとか
あと書き出しのページに来るとメディアオフラインって表示されちゃうっていう、なんでなのかがわからない。このちょうどメディアオフラインになってるところはいつものウィークエンド Vlog っていうちょっと手書き風になってるタイトル文字のところですね。なんか処理が追いつかないとかなのかな。じゃじゃーん。なんともう修理に出していた MacBook Pro が戻ってきました。すごい。中2日ぐらいで。中2日 ?1 日ぐらいかな。こんな感じで。修理報告書付き。キーの反応が遅い。抵抗を感じるというのが深刻症状で、症状を確認したので、トップケース、キーボード、バッテリー、一体型を交換したということなので、おそらくもうこの辺のパーツすべて新品になったっぽいです。なんかこれを剥がしますか。いやー、中身フォーマットされちゃうかなと思ってたんですが、されてなくて一安心。保証期間内なのでもちろん無償で修理していただけました。そしてなんかものすごい大物が届いていました。Chromecast ティアターボックス。もうなんかすごいサイズ感。出すの大変だ。すごいでかい存在感。なんだろう。なんかすごい。なんかこっちはなんだろう、毛布っぽい感じ。これはあれっぽいですね。なんかここは釘ぐりっぽいから着る毛布的なものなのではないだろうか。なんか説明書が、上記2段になっていて、上の箱はあなただけの泣ける映画館。ミシン目を開封して中を覗き込んで楽しむ。箱の奥には Chromecast with Google TV が入ってると。下は、あなただけの泣ける映画館を作る様々なアイテムが入ってます。ブランケットルームポンチャ、ブランケットにもポンチョにもなる 2way 仕様。さらに端についているボタンを止めてフードを作ることもできますと。なんだこいつ、かわいいな。すごい。Chromecast で Google 違う Netflix を楽しみながら飲むハーブティーまで入っている。こいつかわいいな。この下の箱はここが開くようになっていた。つまりはこういうことですね。すごいな。めちゃくちゃ凝っている。でこの中を覗き込むとこんな感じですごい一番奥にChromecastが刺さったテレビが置いてある。スライダー持ってたら撮るのが楽しそうだなこれ。こんな感じ。あ、こいつらを配置するのか。なるほどね。なんだろう、このキャラクターたちを配置しながら一体私は何をやっているんだろうと思ってしまったけれども、でもこいつかわいいやっぱり。そしてこいつですな。よいしょ。Chromecast with Google TV。カット。こんな感じで、色は確か黒と白があるのかな。ホワイトを選んでみました。真っ白です。これはどうせテレビの裏に隠れちゃうと思うんですけど、リモコン結構シンプルで可愛い。
まあ正直我が家のテレビはこのテレビ内蔵のいろんなアプリとかでネットフリとか見れちゃうんですけど、まあちょっと後日届くとあるものとセットで使うと楽しいんじゃないかなと思っております。乞うご期待。